はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、今回はですね、皆さん、待望のヒルディルクエスト、アップデート来ました。イエイということでね、早速解説していくんですけど、まだね、このアップデートテスト段階なので、そこだけ忘れないようによろしくお願いします。さて、それではどこが変わったかというのをね、紹介していきましょうか。さて、まずは変わったポイント1つ、チェストです。これはね、非常に嬉しいです。どう変わったかというと、チェスト開いた時にね、このスタックを置くっていうボタンがありますね。これをポチッと押すと、今このね、手持ちの針が自動的にこのチェストの中に移動しました。この自分のイベントリの中にあるアイテムが、もしチェストにね、一緒の種類のアイテムあった場合、このボタンをポチッと押すだけで全部ね、この自分の手持ちからチェストに入れてくれます。あとはですね、これ別にチェストを開かなくても、左シフトと F を押すことで左上にね、移動させたアイテム19って出たんですけど、これ石ですね。石が入ってたので、チェストを開かなくても手持ちの石がこのチェストの中に入ってます。っていう感じで、整理整頓がめちゃめちゃやりやすくなりました。いや、これいいですね。素晴らしい要素です。タコスはね、整理整頓めちゃめちゃ下手くそなので、この追加要素はありがたいですね。さて、次はですね、難易度の追加が出てますね。これはですね、以前、アップデ前情報の時に説明したので、ちょっと省くんですけど、カジュアル、ノーマル、ハードコア、みたいな感じで難易度が調整できるので、これでね、初心者の方も遊びやすく、そして経験者の方はより困難な冒険に挑戦できる素晴らしい要素だと思います。これもね、今回のアップデートで追加されてます。はい、お次はですね、アップデート前情報でもあった通り、スナップポイントの追加になります。ハンマーを装備した状態で Q か E ボタンですね、キーボードのこれを押してもらうと、こんな感じでね、スナップポイントがね、めちゃめちゃ切り替わります。いろんなとこにね、スナップポイントを置くことが可能ですね。こんな感じで。今これね、木の壁下にめり込んでるんですけど、これもね、スナップポイントを変えると、こんな感じで建築できたりしますね。ぜひね、建築勢の方は、このスナップポイントね、切り替えて建築してみると、よりね、素晴らしい建築ができるんじゃないかなと思います。はい、そしてアップデートの重要な点ですね。ガルドルのテーブルに消えることなきろうそく、そして黒の炉にですね、万力ですね。これがね、設置可能になりました。これ何かというと、アップグレードアイテムでございます。やっと来たかっていう感じなんですけど、これでね、黒の炉が品質3、そしてガルドルのテーブルもですね、品質3になりますね。これで品質2までしかアップグレードできなかったものも品質3までね、上げることが可能です。次紹介するヒルディルクエスト結構難しいので、ここでね、できたら最高品質の武器を持っておいた方が攻略には役に立つかなと思います。さて次からですね、ヒルディルクエストの解説になるんですけど、結構ね、このクエスト最後までやろうと思うと難しいです。なので装備はね、できれば霧の地の装備、光飛装備とかミストウォーカーとかで挑むことをお勧めしますね。さてそれではね、早速今回のメインのヒルディルクエスト解説していきましょうか。はい、ということでね、ヒルディルの前まで来ました。ヒルディルとは何ぞやというとですね、今回のアップデートでこのね、商人の他にもう1体ね、商人が追加されて、このね、服の模様ですね。この服の模様でマップ上に記されているのがヒルディルになります。で、商人はね、黒い森にいることに対して、ヒルディルはね、草原に存在します。なので、まだ未開拓のね、草原とかに行くと、こんな感じでね、服の模様が出ることがあるので、そこがね、ヒルディルのキャンプ地になりますね。で、ヒルディルのね、キャンプ地に着いたら、
ポータル立てていつでも行き来できる状態にしておけば問題はないです。では早速ね、ヒルディルに話しかけると、いろんなもの売ってます。いろんなもの売ってるんですけど、これ全てですね、外見要素の変更になりますね。例えばこのね、スパークラーと、じゃあこのチュニックを買ってみましょうか。はい、装備するとこんな感じですね。下半身履いてないんでね、露出鏡みたいな感じなんですけど、こんな感じでね、スパークラーも綺麗な線香花火みたいなんでいいんじゃないですか。このヒルディルはですね、商人が冒険に役立つアイテムを売ってくれてるのに対して、このヒルディルというのは冒険にはあんまり関係ないんですけど、おしゃれ要素ですね。おしゃれ要素に欠かせないさっきのスパークラーとか、あとはドレスとか、あとは帽子とかを売ってくれる商人になりますね。でこのヒルディルのね、品揃えなんですけど、今7個しかないです。ですが増やすことができます。どうやって増やすかというと、このヒルディルの前のね、このヒルディルの地図台ですね、これをね登録すると3種類のねダンジョンがロケーションに追加されます。くすぶる墓、吠える洞窟、そして封じられた塔、この3つですね。この3つが追加されます。でこの3つをですね攻略していくごとに、このヒルディルの品揃えが増えていく。これがですねヒルディルクエストっていうわけです。さて今からダンジョン攻略していくんですけど、結構ね難しいです。くすぶる墓とかは別にそんな難しくはないんですけど、霧の地装備なら。ただ次のね洞窟と封じられた塔に関しては結構な難易度になってくるので、しっかりとね準備して挑むことをお勧めしますね。さてそれではくすぶる墓から行ってみましょうか。はい、ということでね、まずはくすぶる墓に来ました。外観としたら埋葬室に松明が刺さってるっていう感じですかね。しっかりと休憩済みをとって食事をとっていきましょうか。ここはですね別に霧の地装備ならそんなに難しくはないので、はい、このくすぶる墓ですね、特徴としては埋葬室と作りは一緒なんですけど、周りに出る骸骨はですね星付きが湧きます。こんな感じで星付きが湧きますね。でこのダンジョンのね奥に進んでいくと、ミニボスと言われるねボスがいるので、そいつを倒すとヒルディルクエストが進むっていうわけですね。ということで奥に進んでいきます。こんな感じでね、太古の棺があって、中からね骸骨も出てくると。はい、これがね一番奥ですね。一番奥まで来るとこんな感じでね、ブレンナっていうね炎の骸骨が出てきます。行動パターンはね骸骨の剣持ちと一緒なんですけど、一つだけねこの攻撃が追加されてますね。霧の地の装備なら余裕でパリ取れるので、別にそんな強い敵ではないですね。こいつはねサクッと倒してしまいます。はい、それでは3つのうちの1つ、くすぶる墓を攻略完了ですね。倒すと必ずこいつのトロフィーと、そしてねこのチェストが手に入ります。このチェストをヒルディルに持っていくことで品揃えが増えていく、そういうねシステムです。結構ね重量重たくて1個200あるんですよ。で持ち運びテレポートができないのでちょっとめんどくさいですけど頑張って運びましょう。はい、ということでねヒルディルのところまで来ました。ここでね1から8のボタンのうちにこの宝箱を置いて、でその宝箱のボタンを押すとですね、宝箱をヒルディルに渡すことで
品揃えがね増えます。まあドレスとチュニックの色、そしてヘッドスカーフとか増えますね。これでダンジョン1つ攻略完了です。あと2つですね、攻略していきましょうか。はい、ということでね、ヒルディルクエスト2つ目、燃える洞窟の前まで来ました。まあこんな感じの洞窟ですね。前にね、なんか青い炎の焚き火置いてあるんで、いかにもね、まがまがしい感じの洞窟ですね。ここからですね、ちょっと難易度上がります。いきなり難易度上がるので、まあ、さっきの感じで言ってると死んじゃいますね。なのでしっかりとね、タコスは一応ガチ飯、そしてまあ単銃玉ですね。単銃玉持っていきましょう。まあクソ強いです。これあればまあほぼほぼ負けることはないですね。でまあこんな感じですかね。でしっかりとね、大骨バフ使って休憩済み取っていきましょうか。さてそれでは攻略していきます。まあここもですね、さっきのね骸骨同様星付きの敵が湧きます。はてなと思うかもしれないですけど、まあコウモリも星付きが湧きますし、そしてねウルブ、こいつもね星付きが湧きます。まあ今までね星付きなんて見たことねえわって思ってる方多かったと思うんですけど、まあ今回ねこの洞窟のダンジョンにだけは星付き出ますね。まあということでね、攻略していきましょうか。とりあえずこのダンジョンはね、ウルブがめちゃめちゃ浮きます。そこだけ注意しましょう。はい、いましたね。ちょっと離れたところにいたな。これがですね、この燃える洞窟のボス、ゲイル・ファーハかな。白っぽいカルテストなんですよ。こいつがですね、この燃える洞窟のボスですね。でまあこいつと戦っていくんですけど、結構強いですね。結構強いので、まあ心してね戦闘するようにしてください。まあできれば高飛装備とかの方がいいですね。まあタコスバカなのでフェンリスで言ってますが、まあどんな攻撃パターンかというと、これですね。まあ3回連続ですね、あの攻撃してくるんですよ。であの攻撃がね、なかなか範囲が広くてちょっとめんどくさいですね。あとはね、カルテストの氷属性版みたいな動きをしてきますね。さあそれではね、ちょっと頑張って倒してみましょうか。結構ねあの範囲攻撃が強いので、まああれ要注意ですね。結構ねちょっと休憩済み切れちゃったな。まあ休憩済みが切れた場合は一回戻って休憩済みのバフね取りに行きましょう。まあ霧の地装備ならパリも取れますね。でまあこんな感じでね、戦闘でガシガシと戦ってもらっても大丈夫なんですけど、まあさっきね言ってた通り単純玉こいつにめっちゃ効きます。まあ見ての通りね、火のダメージ通りやすいので、まあ一発でね結構ダメージ削れるんですよ。
なので今ここ安全な位置なんですけど、まあどうしてもね勝てない方とかはこの位置ですね。洞窟入ってきてここの位置、このねちょっと段差がある位置で単銃弾投げてもらうとか、あとはこのねデモリッシャー、あの位置からデモリッシャーをねひたすら当て続けてもダメージが入るんでね、それが比較的安全にこの吠える洞窟のボスを倒す攻略法かなと思います。まああとちょっとなんで近接ではい終わりですね。これで2つ目のダンジョンクリアですね。ゲイル・ファーファのトロフィーとまたね銀のチェストですね。今回はこのチェストを持って帰ってまたヒルディルに会いに行きましょうか。上がれね。ほい。はいこれでね2個目完了ですね。品揃えもこんな感じ、贅沢な帽子とかね増えてます。さて残り1つですね。一番最後のところ行きましょうか。封じられた塔ですね。この最後のダンジョン結構難しいです。まあ霧の地装備でも下手したらちょっと死んじゃうんじゃないかなっていうぐらい難しいので、まあしっかりとね準備していくことをお勧めしますね。さてそれでは行きましょうか。はいということでねやってきました。ここがですね封じられた塔になります。まあいかにもダンジョンっていうね見た目してますよね。さてここからですね攻略していくんですけど、まずはね入り方ですね。このダンジョンの入り方なんですけど、足場がないんですよね。この白い板、ここにねまあ屋根でもいいですしはしごでもいいですし、それをかけてひたすら上に登っていって、あそこのね途中に出っ張りあるんですけど、あの辺からね中に入ることができます。であそこまでですね足場をつないで入っていく必要がありますね。くっそめんどくさいんですよねこれが。でこれをですね掘ろうと思ってもまあこんな感じでね掘れない仕様になってるので反則技はできないと。なので頑張ってね登っていきましょうっていうことで、はしご掛けで進んでいきましょうか。目指すはあの出っ張り。ふう、よしなんとかつないだ。死にかける。これでねもうほぼほぼ労力使うんですけど、まあこっからが本番なので頑張っていきましょうか。しっかりと大骨バフを使って進んでいきます。でちなみにですねこの塔の中にポータルを立てようとした場合無理なんですよね。なので下に降りていくしかないですね。まあしっかりとね準備をして挑みましょうか。ちょっと一回帰ります。準備不足だ準備不足。さて進んでいくか。どんどんね下に降りていくイメージですね。はい、そしてね注意しなければならないのはまあこんな感じでね藁がいっぱい敷いてあるんですけど、よくね見るとここにですねトラップが仕掛けられてます。まあ入ってみましょうか。まあ入るとこんな感じですね。トラバサミが仕掛けてありますね。
なので注意しないとトラバサミにねやられちゃうっていうことがあるので、そこだけね注意して進んでいきましょうか。はい、来ましたね。先ほどね黒いバーサカ見ましたね。あれがですねボスです。名前がですねトムとジェリーみたいな名前ですね。ジルとスングル。こいつがミニボスですね。こいつがですね結構体力も多くてなかなか強いんですよ。そして魔法攻撃もしてくるんでね、ちょっとめんどくさいボスですね。まあ回避を使って戦うか、まあそれか普通にパリー取って戦うか、まあどっちでもいいんですけど、結構ね体力多いんで要注意ですねこいつは。ただコンボ攻撃と魔法攻撃は同時にやってこないので、まあそこさえ覚えておけば大丈夫かなと思います。愛用武器壊れた。スコルとハティが。まあいっか。ミストウォーカー使いましょうか。まあ死にそうになったらねすぐ引いてもらったら大丈夫ですね。おおパリしくった。危ない。で危なくなったらまあこの辺避難してもらったら大丈夫です。でまあこいつの必勝法なんですけど、まあ簡単ですね。ここからデモリッシャーぶっ破するっていうはいまあおなじみのねあれなんですけど、まあここからですね、まあデモリッシャーをぶっ破しておけば、まあ基本的にダメージを受けることなく、まあ倒せるかなと思います。こいつね覗いてはくるんですけど、まあ攻撃はしてこなくて、まあクイーンのハメと一緒ですね。あの要領で倒しちゃっても大丈夫です。まあもしくはねこの塔の下ちょっと掘ってもらって、こんなデモリッシャーで攻撃するとこれで当たり判定出てると思うんですよね。その当たり判定が出てるとあいつにダメージを与えれてます。まあ今バーサーカーのコンボをチラ見えしたんですけど、まあここからですねもう攻撃が絶対届かないところからひたすらしばくことも可能ですね。まあよっぽどちょっと強くて嫌だなーっていう方は、まあぜひねこのちょっと掘ってデモリッシャーでしばくっていう戦法をね取ってもらったら大丈夫ですね。まあですがタコスはねやっぱりね強戦士なので、まあ頑張ってね倒していきたいと思います。まあ普通に倒さないとなんか後味悪そうなんで。まあ魔法の攻撃はそんなに痛くないんですけど、やっぱりねこのねバーサーカーの攻撃が痛いので、バーサーカーの攻撃は要注意って感じですね。やっぱスコルとハティは強いな。はい、このね黒いバーサーカーを倒した後はこのジルとね対マンになります。このジルを倒してヒルディルクエストは完了ですね。結構ねジルの方が体力多い説あるんですよ。弱いくせに弱いくせにこいつこいつこいつ弱いくせに体力だけ一丁前に多いで、舐めてたらちょっとね死んじゃうこともあるので気をつけましょう。
こいつもあれですね、多分デモリッシャー戦法は効きますね、普通に。あ、でもこっちに来て魔法を放つこともあるか。あ、でもあんま攻撃はしてこないですね。まあ適当にここでデモリッシャー振り回してもらっても倒すことは可能ですね。まあどうしても勝てない方はね、ジル戦これもいけますので、ぜひねご活用くださいませ。結構ねホーミング性能がやばいな。まあダメージはそんな大したことはないんですけど、はい終わりですね。ジルを倒したところで宝箱が出てきて、これにてね3つのダンジョン全部制覇完了でございます。さあそれではバカでかいねこのチェストを持って帰りましょうか。ここで最後の宝箱を渡してババーっと衣装が増えて、これにてヒルディルクエスト完了でございます。まあ最終的なね品揃えがこんな感じですね。結構品揃えありますね。さてそれでは全部のねクエストを完了したところで品揃えをね一つ一つ見ていきましょうか。はい、ということでね、まあこのヒルダークエストせっかくなんで、まあタコスがねいろいろ考えて組み合わせ作ってみました。まあどうですかこれ、ドレス着たおっさんは草。まあ冗談はさておき、まあいろんなね装備があるので結構ね組み合わせは無限大とは言わないですけどいっぱいありますね。このヒルディルクエストをクリアしてぜひね外見も気にするバイキング、これをね目指していってはどうでしょうか。はい、そしてねヒルディルから買った鉄火鉢でこのね松明ですね、松明が作れるのと、あとはですねヒルディルから買ったもので理髪セット、これをね使うことによって理髪所がね作ることが可能です。まあこれ何ができるかというとですね、外見をね変更することができます。髪とかあとはヒゲとか、まあ残念ながらね性別は変えられないんですけど、髪の色とか金髪とか、まあこの辺がね変更可能ですね。はい、そしてですね花火ですね。この花火はヒルディルから買えるものの中で普通の花火があります。でその普通の花火を材料にあと4色作ることが可能ですね。普通の花火と合わせて合計5色あります。これはですね焚き火で使うとこんな感じでですね花火が打ち上がりますね。他の色もこれ赤色ですね。で次はね青、水色、黄色一気にいきましょうか。はい、こんな感じでね打ち上がります。いやー素晴らしいですね。これね結構ねボス戦倒した後とかこれ使うと盛り上がるんで、ぜひね皆さんもこの花火ね作ってみんなでね楽しんでみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねヒルディルクエストとその他のアップデート内容について紹介しました。まあヒルディルクエストはもちろんのこと、他にもねスナップ機能、そしてチェストの便利ボタンの追加とかね、普通の冒険にありがたい要素がねアップデートで追加されてるので、今回のねアップデートは非常にありがたいですね。まあタコスはね何より難易度の追加でハードコアが出たこと、これがですね一番嬉しいです。早速ね配信で頑張って攻略してみようかなと思ってます。まあぜひね皆さんもヒルディルクエストをクリアしてスーパーオシャレバルヘイマーを目指してみましょう。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。